こんにちは、ジパング55のタカです。今私は JAL 国内線ファーストクラスラウンジにいます。今回は今まで訪れたおすすめのうなぎ店をご紹介します。全国いろんな場所でうなぎをご紹介してきましたが、特におすすめのうなぎ屋さんを私の独断と偏見で3店舗ご紹介します。近くに住んでいる方はもちろん、旅行のついでにもぜひ立ち寄ってみてください。このチャンネルはホテル紹介を中心に各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それではお店をご紹介する前に、うなぎの関東風と関西風の違いをご紹介します。主に東日本が関東風、西日本が関西風のお店が多いです。まず関東風からご説明します。関東風はうなぎのさばき方が背開きが多いです。これは調理法の違いや武家社会で切腹を嫌ったことや形が整っているなどの理由があるそうです。焼き方も蒸してから焼く場合が多く、うなぎはふかすことでふっくら柔らかくなります。ふっくらしたうなぎは大きく見えることから見栄を張る武家文化で好まれるようになりました。また、うなぎを蒸して火を通しておくことで調理時間が短縮され、せっかちな江戸っ子気質に合っていたそうです。一方で関西風は腹開きが多く、腹側の方が柔らかくてさばきやすい、地腹を切ってもてなす、腹を割って打ち解けるといった意味合いがあるそうです。また焼き方も蒸さずに直で焼きます。蒸さずにうなぎをじっくり焼くことでうなぎの表面がサクッとなり、中がふんわりとした仕上がりになります。そのため、うなぎを生から直接炭火で焼くため、時間がかかり、柔らかくするためには職人の技術が必要になります。関西では商人文化のため、じっくり商談したい商人は、うなぎの焼く時間が長くても問題なかったといいます。この違いは、文化やうなぎの生育環境の違いが、大きな影響を与えたようです。それでは前段が長くなってしまいましたが、うなぎのおすすめ店をご紹介していきます。最初にご紹介するのは鹿児島のお店です。以前こちらの鹿児島観光スポットの中でご紹介したみつるです。地元の方もおすすめする美味しいうなぎ店です。鹿児島駅から30分ほどの距離にあります。道は坂道が多いため、車で来ることをおすすめします。お店はかなりの人気店で、休みの日は1時間から2時間待つこともあるそうです。名前を用紙に書けば、車で待つことができます。呼びに来た際、その場にいれば問題ないそうです。店内には大きな魚の絵も飾ってありました。釣り上げた魚かもしれませんね。店内はカウンターと座敷があり、それなりに人数は入りそうでした。観光客より地元のお客さんが多い気がします。値段はうなぎ丼が3800円でした。メニューはうなぎしかないようですね。カードや電子決済は使えないので、現金を多めに持ってくるようにしてください。こちらがうなぎ丼です。身が大きく、ふっくらしていますね。とても美味しそうです。うなぎが肉厚で、とても美味しいですね。今まで食べたことのない、ふっくらした食感でした。鹿児島県はうなぎも有名なようで、養殖うなぎなども盛んです。温暖な気候や名水も多く、うなぎが育つのに適しているようですね。少しアクセスが悪いですが、わざわざ食べに来る価値はあると思います。ぜひ一度訪れてみてください。続いてご紹介するのは、長崎観光でご紹介した福田屋さんです。長崎駅から九州新幹線でほど近い諫早市にあります。2022年に西九州新幹線が開通したことで、福岡、長崎双方のアクセスが良くなりました。福岡まで3200円で行けるようになり、アクセスがすごく良くなりましたね。長崎駅からはうなぎ屋さんまでは
新幹線を利用して50分ほどです。諫早駅は思っていた以上に立派な駅でしたね。諫早市では江戸時代に市内を流れる川で良質なうなぎが取れたことから、うなぎ料理が名物となっています。身と皮をふっくらと仕上げた蒲焼きを冷めにくいように楽焼きの器に盛り付けて出すことで知られています。福田屋は諫早市での老舗のお店です。創業数百年で皇室御用達のうなぎ屋さんです。ミシュランガイドにも掲載されたことがあるそうです。諫早駅からは電車かバスで向かいます。車両も少なく、地元の電車といった感じですね。電車は30分に1本なので注意が必要です。こちらが福田屋です。文久3年創業の老舗で、栄町アーケード内にある店舗は昭和4年に建てられたそうです。予約は受け付けておらず、店内で待つしかありません。私は2時間ほど待ちました。休日は早めに来ることをお勧めします。丼と定食があり、諫早の有名な楽焼きの器は定食で提供しているようです。今回は上うなぎ定食にしたいと思います。うなぎの一品料理もあるので、お酒のおつまみにもちょうどいいですね。店内は木組みで歴史を感じます。結構広く、お客さんの人数も多かったです。これだけの人数が一度に入れるのに2時間待つのは驚きですね。入り口は商店街側と駐車場側があります。駐車場側は池などもあり、雰囲気がとても良かったです。お茶は日本茶を提供してくれました。うなぎは注文してから15分ほどで提供されました。こちらがうなぎです。とても美味しそうですね。一緒にう巻きも注文しました。う巻きは熱々の卵で美味しかったですね。うなぎをご飯の上に乗せて、タレをスプーンでかけて食べます。器は空洞になっており、そこには熱いお湯が注がれているため、うなぎをいつまでも温かく保つことができます。うなぎが冷めないように器が工夫されているのは面白いですね。うなぎはふっくらしていて、肉厚でとても美味しいです。こちらのうなぎは皇室御用達でもあるそうです。夏場はお客さんも多く、1日で350匹のうなぎを焼くそうです。これだけ混雑していると、その数もうなずけますね。上うなぎ定食で4000円しますが、また食べたくなるお味でした。新幹線の開通でアクセスも良くなりましたし、車の場合も駐車場を完備しているので、ぜひ立ち寄ってみてください。最後はこちらの高知観光でご紹介した海田屋です。美味しいうなぎ店が多い高知の中でも有名で、今回ご紹介する中でも特におすすめのお店です。高知空港から車で8分ほどの場所にあります。海田屋はかなりの人気店です。店内で食べる場合は予約できず、並ばないといけません。注文が入ってから焼くので、うなぎが出るまで50分以上かかります。開店前はお店の前に名前を記入する受付表が置いてあり、そこに記載します。ただ開店が11時からなのですが、すぐに締め切りになります。早い人は朝の7時頃から名前を書きに来るそうです。店内で食べようと思うと半日は潰れてしまいますね。今回私はテイクアウトにしました。テイクアウトは1週間前から予約が可能です。当日ではなく事前に予約することをお勧めします。食べる場所がなかったので車内で食べることにしました。うなぎの値段はこんな感じです。私は上弁当の3800円にしました。とても美味しそうですね。お弁当ですが、かなり熱々です。うなぎは外がパリパリで中がふわっとしていて、とても美味しいです。関東の私は、ふわっとした焼き方に慣れているのですが、関西風の極みのような食感です。お弁当でこのクオリティはすごいと思います。テイクアウトの場合はすぐに受け取れます。時間を節約する場合はテイクアウトでもいいですが、
一度は店内でも食べてみたいですね。かなり待ちますが、それだけ価値のあるお店だと思います。ぜひ皆さんは店内で食べることも検討してみてください。それでは今回のおすすめうなぎ店、いかがだったでしょうか。どこも美味しそうなうなぎばかりでしたね。紹介したお店以外にも各動画でおすすめスポットをご紹介しています。概要欄に動画のリンクがありますので、よかったらそちらも確認してみてください。これからも様々なおすすめグルメもご紹介するので、楽しんでいただけたら嬉しいです。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。